初の試みというか、散歩して今公園に向かうんですけど、俺ここ越えたらめっちゃ自信になると思って、オファーしたんですけど、対戦叶わなかった相手ですね。100の打ち合いができるような心構え、すごいですよ、ウェルター。神の階級ですね。トム・アスピナルの光の戦士っぷりちょっと見てほしいですね。Welcome to リンヤチャンネル。ようこそ、リンヤマンチャンネルです。今日はですね、初の試みというか、僕が座ってんの嫌なんで、歩きながら撮らせてくれってことで、動きながら散歩して今公園に向かうんですけど、その途中で7月に行われた UFC の感想と振り返り動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。7月も結構いい試合が多くて、ナンバーシリーズのそのメインでやる毎月1回ナンバーシリーズでタイトルマッチがあるんで、そこは外せないとして、それはベラル・ムハンマド対レン・エドワーズですね。と、ヘビー級も暫定王者のタイトルマッチでしたけど、トム・アスピナル対カーティス・ブレイです。と、自分の階級であったバンタム級から、これ MMA プラネットでも高島さんから取材で聞かれた試合なんですけど、モンテル・ジャクソン対ダーモン・ブラックシェアの3試合について喋っていきたいと思います。お願いします。歩きながらこう喋るっていうのはどうですか？初の試みなんですか？めっちゃいい。本当に？でもなんか集中できない気がするんですけど。いや大丈夫です。全然できるっす。思考も体と連動して回るみたいなことありますから。余裕ってことですね。余裕ですよ。こういう方がいいですよ、自分は。腰固まるし、あんな2、3時間も座らされて、もう。これで行きたい。本当ですか？なるべく。早速なんですが、1戦目いいですか？1つ目、バンタム級バウトからモンテル・ジャクソン対ダモン・ブラックシェアです。その試合勝ってモンテル・ジャクソンが今15位に入ったんですよ。相手がダモン・ブラックシェアっていうパウンドストームで候補の一人だったんです。僕の対戦相手の。そうなんですか？A クラスで、カエタノとモンテル・ジャクソンと、もう一人、ロシア人がいて、ロシアは戦争その当時始まったばっかとかでちょっと厳しいだろうっていうのもあって、僕は第一希望にブラックシェアか変えたのどっちか忘れ出す。でもどっちかが第一で第二希望だった。ダモンブラックシェア多分断られて変えたのにオファーして多分 OK になったのかな。なるほど。で当時もこいつは身体能力も高くて、ストライキングも綺麗で、寝技への動きもやっぱスムーズで滑らかで、なんかめちゃくちゃいい公演出てきた。結構厄介な相手だけど、俺ここ超えたらめっちゃ自信になると思って、オファーしたんですけど、対戦が叶わなかった相手ですね。対戦が叶わなかったっていうのは、どういう理由でできなかったんですか？ブラックシェアに話が通ったのかまでは分かんないですけど、一応第一希望で投げたけど、確か変えたのが OK したんで、っていうことですね。っていうことで、決まったんだと思います。で、当時も、彼は UFC の順番待ちの選手で、もうそこ食っちゃえば結構 UFC へのアピールになるって言われてたんで、僕はやりたかったんです。で、変えたのも同じコンテンダー入りがもうほぼ確実視されててっていうところだったんで、そっちになってよかったんですけど、ただやっぱ UFC にいるなっていうことでなんかやりそうだなとかも思ったりしてて、ここはダモンブラックシェア行くのかなとかちょっと思ってたんですけど、結果立ち上がり10何秒で KO 負けするんですよ。モンテル・ジャクソンの試合の入りがすげえ良くて、そこについて MMA プラネットの取材でも話したんですけど、この試合もし見れたら10秒20秒ぐらいなんでサクッと見てほしいんですけど、カーンってなった時に本当に死ぬような心意気というか、本当に腹の底から戦えるって準備ができてる選手ってあんまいなくて、距離測ったりロー打ち合ったりしていく中でだんだん戦ってるんだなっていう気持ちにちょっとずつなっていく人もやっぱ多いんです。そういった意味で前回のベラとか前々回のファーニー・ガルシアとかもなった瞬間の本当になった時にもう100の打ち合いができるような心構えができてるかっていうとなかなかそういうファイターっていなくて、最初硬いところからだんだんほぐれてきました、パフォーマンスが上がってきましたみたいなファイターが結構多いんですけど、僕もそこを目指してて、そこに対してのアジャストがうまいのが今来てる中ではモンテル・ジャクソンとタルボットの2人が特に目立つなっていうので、やっぱそこの差って出るんですよ。
なった時にもう100の打ち合いできますよみたいな状態のファイター、はい、でみんな大体そこができてないんで、そこの差が出た試合ですね、それは。ただモンテル・ジャクソンもまだ顔にちょっと力みがあったんで、なるほど、ちょっと怖がりながら打ってるのは見えたんです。はい、わかるんですね。はい、タルボットはもう打つんで、もうゴングとともにもう100出せる、はい、相手の攻撃も来てもいなせるし、グッとかならない。なるほど。これが結構むずいんですよ。いや、難しいですよね、はい、それ。スパーでも最初の一発目もらうときとか、うっってなって、そこでやっと、なるほど。やる準備ができたりとかするんですけど、でもそこに入ってるんですよ、なった瞬間から。だから先手は取れるっすよねっていう。なるほど、はい、探り合いの感覚がないファイターがちょっと今上がってきてるなっていうので、1人目だったのがモンテル・ジャクソン。なるほど。ただ彼はまだ僕の中では身体能力でカバーできてる部分があると思う。はい、気持ちをもしやるとなったらこういろいろ上回れるところはあるかなとかも思ったりしてますけど、はい、まだね僕は全然試合してないんでちょっと楽しみにしてるファイターですね。2つ目はトム・アスピナル対カーティス・ブレイです。7月27に行われた UFC のヘビー級暫定タイトルマッチですね。はい、ジョン・ジョーンズが今正規王者なんですけど、はい、今トム・アスピナルっていうのが光の戦士、光の戦士っぷりを入場から試合からインタビューまで全部100点だねみたいな試合を見せたファイターですね。あの試合すごかったな。秒殺だったんですよ。秒殺です。はい。トム・アスピナルもそうですね。ヘビー級なのに最初なったと同時に本当に戦えるファイターですよね。立ち上がりが超うまい。やっぱりそのジョン・ジョーンズとの対決っていうのは、はい、みんな待ってますけど、ですよね。なんかジョン・ジョーンズはね、ちょっと違うコメントをしてるみたいな。次のミオシッチ戦かで引退するみたいなことをなんか X かなんかで出たみたいで、アスピナルとやらなさそうな雰囲気出して、めっちゃ見たいですけどね、そこ。アスピナルはフットワークめっちゃ軽いし、はい、パンチもやっぱうまいっすね。なんかみんな倒れる。最初の出入りで相手の多分その合わせたものに対しての軌道を2発目すぐクイックでフェイントかけながらずらしてドーンって打って、はい、この間のパブロビッチとやった時も、今回のカーティス・ブレイスとやった時もなんか似たような終わらせ方で、でジョン・ジョーンズへのこのインタビューでジョー・ローガンが聞いた時の返しも良かったんですよ。個人的な遺恨とか恨みは何もないけど、はい、多分俺の方がいい格闘技するからやろうよっていう、史上最も一番なんかこうジェントルなタイトルマッチアピールみたいなことを言われたりしてて、かっこいいですね。顔も背中の入れ墨いかついすぎるのがびっくりしちゃうぐらいクールでかっこよく、ヘビー級チャンピオン、人類最強の男にふさわしいキャラクターだなってめっちゃ思うっすね。3つ目はレオン・エドワーズ、ついに王座陥落。レオン・エドワーズ対ベラル・ムハンマド。なるほど。はい。はい、どうでした？これは、ちょっとエドワーズが、いや、どうなんだろう。舐めてたのかな？舐めてた部分は絶対あると思いますね。なるほど。はい、ムハンマドが判定勝ちしたんですけど、はい、まあ、ムハンマドはもちろん蹴りの距離にさせない。はい、エドワーズがやっぱ蹴りを使うと、そこでまず制空権取って、入ってきたところ仕留められるパンチもあってっていうので、はい、2段階ブロックができちゃうんで、はいはい、そこを潰してジャブで制するっていうボクシングの距離、ガンガンケージ背負わせて戦うっていう気持ち込めて、でプラス無限のスタミナですよね。ここでベラルが勝つならこのパターンっていうのをやりきった試合ですね。ただ多分ジャブの精度が思ったより高いのか、レオン・エドワーズ的には誤算だったのかなっていう。なるほど。そこで意識を結構散らされた試合だったかなって思いますね。に対してグラウンドの展開になってもやっぱエドワーズやっぱチャンピオンなんで、打撃が光っててもレスリングとグラウンドでやっぱちょいちょいバック取ったりコントロールするんですよ。なるほど。そこがやっぱUFC のチャンピオンって穴ねえなって。打撃はもちろん強いけど、チャレンジャーの得意な展開なのにもかかわらず、そこで上回るシーンも何回か作るみたいな、チャンピオンの壁の厚さっていうのも感じさせつつ、はい、
ムハンマドがやることやりきって取ったっていう、結構ね、面白い、コアな、通な人はね、結構喜ぶような試合なんじゃないかなっていうのは思いましたね。36なんですよ、ベラルも。そうなんですね。ライト級以下は35歳以上は誰もタイトルに勝ったことがないんですよ、UFC って。で、この間ボルガノが36歳だけど、俺はやるよっていうのでもやっぱ負けちゃって、36をいっちゃうとタイトルなかなか取れないねみたいな風潮があったんで、僕もベラル36って見て、あれエドワーズのこのスピードと精度にやられちゃうんじゃねえかなと思ったけど、押し切ったっすね。フィニッシュ率が 25% とあんまり高くない系のファイターで、人気もやっぱそこまであるかって言われたら、あんまりアメリカでは多分ない方のに分類されるファイターだと思う。デーナの複雑そうな顔がちょっと面白かった。ああいうあばらが分厚くて、メラブみたいですよ、バンタムで言ったら。打撃ジャブわーって出して頭タックル入って持ち上げてパウンド、で狙えたらサブミッションみたいな、ああいうのは厄介ですよね。に対してエドワーズがやられちゃったんで、次メラブとオマリーやるじゃないですか。だからメラブが勝つとしたらああいう展開か、その延長で決めるかっていうスタミナでっていうとこだと思うんですけど、またオマリーはね、そっちになっちゃう。そっちはまた話すんで。ベラルが今後どうなっていくか。ウスマンとかもまたいるわけだし、下にコビントンもいるし、その2人との絡みはちょっと見たいっすよね。注目のウェルター級混戦となってきました。本当ですね。あとラクモノフがいるから、18勝無敗18フィニッシュの18戦無敗。ウェルター一番今来てんじゃないですか。すごいですね。ちょっとすごいですよ、ウェルター。神の階級だ。神の階級ですね。ライトもそうだし、バンタムもやばいし。ミドルもやばいですよね。ミドルもそうっすね、今、混戦してますね。ドリカスとアデサーニャと。面白いですね。毎月タイトルがあって、動いてくんで。結構やっぱ UFC でもうね、長く防衛するアンデルソンとか、デミトリウス・ジョンソンとか、ジョン・ジョーンズとか、GSP とか、みたいなファイターなかなか出てこれなくなってきましたね。10連続とか、防衛とか。5連続もなんかもう、ほぼ見てないですよね。めちゃくちゃレベルが上がってるってことですか？上がってるし、対策されるんで、動きとかを。そこに当てはめてパズルのように、機械が動いてくるみたいな感じなんで。今後、やっていく、上がっていくとしたら、やっぱ、僕はずっと気持ちの部分で戦うファイターが超えてくるんじゃないかなって、その壁を。ベラルもちょっとそこで超えた感はありますよね。ますます注目の UFC。7月も面白い大会がいっぱいありました。僕ももうすぐ ATT なんで。そうですね。いろいろ楽しみですね。楽しみです。リンヤマンチャンネルのこの動画の概要欄の方に UNEXT さんの30日間無料の URL 貼っておきますので、UFC 見たいぞっていう方がいらっしゃったら、そちらから飛んでいただいて登録していただいたら、30日無料だから。リンヤマンの試合を応援できると。できますね。ということですね。概要欄にあるリンクから30日間無料ですので、ぜひね、トム・アスピナルの光の戦士っぷりちょっと見てほしいですね。ここがね、すげえかっこよかった。フットワーク軽いんだよな。軽くて細かくていいんすよね。重たいパトを見てるような。なるほど。スピードはパトのがありますけど。光る系のファイターってことですか？光る。なるほど。パトと一緒だ。発光してると思います。発光系です。以上で7月の振り返り動画になりました。皆さんご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。そうですね。乗ってこないですね、今日。全然なんかこの質問とかないっすね。